それでは皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、京都女子大学の鶴岡です。なかなかですね、皆さん、建具といっても何を連想されるかですね、日常建具に接する機会というのは、住宅のもう扉とかサッシとかですね、日本だったら襖障子、その辺りまでかもしれません。ただ社寺ですね、神社お寺へ行くとさまざまな扉がいっぱいついてあるんですね。で日本建築は何百年あるいは1000年以上保ってきた木造建築として長い歴史があるわけですね。で建築そのものはいろんなところでですね木組みとか紹介されてきたと思うんですけど、なかなかこの建具というのがどういう作りになってて、でそれがどうやって長年維持されてきたかというのはほとんど知ってもらう機会がなかったかと思うんですね。出来上がったもの傷んだもの、そういうのは見る機会があったと思うんですけど、どこがどう傷んでるかでどう直せばその元のものがそのまままた復旧できるかとか、そういうところに長年携わってこられた今回は鈴木忠さんと一緒にいろいろ紹介をしていければと思ってます。私は聞き役で今日は今回の建具展が建具の解体新書をほどく組むということなんで、鈴木さんのですねこの長年の経験のその頭の中を記憶を今回紐解いていろんなことを聞ければいいなと思ってますんで、それも合わせて皆さんも理解をして親しんでいただければありがたいと思います。それでは最初にまず鈴木忠さんですけど、先ほど館長様の方から紹介がありましたようにもう70年以上にわたって修理といいますかね文化財に携わってきておられます。鈴木さん、最初に文化財といいますかその建物修理に携わったのはどちらでしたかね。私が仕事を始めたのは京都の右京区にある妙心寺の古北条に参りました。はい。あれ昭和28年ぐらいですね。27、28年ですね。だから今から数えると本当に72、3年になるわけですね。それだけの長い期間ずっと携わってこられたということですね。それでちょうどその頃なんですけど、京都の有名なお寺ですね、金閣寺、皆さんご存知だと思いますが、この金閣寺が昭和の25年に火災で焼失しました。で現在見るこの金閣というのはその後再建されたもので、その再建工事がちょうど、昭和の27年から30年の間に、実施されたわけです。で鈴木さんその時も関わられたんですね。初めから行って、はい。そうですね。ですからここはいろんなここも1階は仕込みがありますよね。はい。で2階に行くと格子戸みたいなのもありましたかね。格子戸と瞳戸と瞳戸となんですね。はい、で3階はまた花頭窓の障子みたいなですね。で三唐戸もありますよね。そうですね。さまざまな種類の建具があるんですけども、もうその、70年ぐらい前にこの復元工事、これは修理というよりも新しく元通りに作り直すという工事に携わってこられてます。それでこれが終わってからでしたっけ、模型。終わってからですね。はい、実はこの金閣が終わってからですね模型を作るということでいくつかどうも模型は作られたんですけど、模型といってもですねそんなになかなかこれは模型ではなくて本当に実際の建具と言ってもいいぐらいのものなんですが、長さが20センチぐらいですね。これ瞳戸になるわけです。今日は実際現物も実は持ってきていただいてるんですけども、これはどうしたら見えるかね。そうですね。写真に写ってるのが実はこれです。
模型だからまあピューピューとこう切り張りしたかと思うんですけど、実はこれ実際の建具と同じ作りになってます。それはどういうことかと言いますと、よいしょ、これ金箔をしたんですね。これは金箔をしたんですけども、こうやって解体するとですね、この格子の部分、これはですね一個一個半分ずつ書き取って、組んでますから、このかまちのところにはちゃんとほぞというほぞ穴が掘ってあるんですね。でここ下これ一寸なんでちょっと分かりにくいんですけども、実際この穴の、幅がですね2ミリないぐらいですかね。この穴の幅なんか保存は2ミリぐらいです。2ミリで、はい、で長さがあれなんで幅はもっと1ミリないぐらいのところですかね、これね、一個一個が。はい、で結局このままこれ10分1やから2分やったら2輪で、そういうことできちっともう板から組み子の厚みから10分1きっちりです。で、建物の方の模型も全部そのままいってますから、持っていったらすぐ合うようになってる。組んでしまったんではどうやってやってるのかわからないので、穴も掘って板も削りして、そして、見ていただくっていうのはいいなと思って作りましたんで。はい、いや私ももうこれ見させてもらった時にどういうんですかね、その精度の高さというかこだわりというか、もうそこには本当に圧倒されまして、ここまでできるんだと、人の技というのはこんなとこまでできるんだというのは本当にびっくりしたものの一つです。これだけの精度を持って大きな建具もですね同じように全て修理をしたり木を刻んで作られてきているということです。よいしょ、ちょっと上切れてしまったんですけど、あれはお堂の中にある趣味壇というやつなんですけども、あれも非常に精巧なもので、要はそういうほぞとかですね、そういうのももう元通りというか本物と同じように加工して作られているということです。これは予備で作られてたやつですかね。この明かり障子とかそういうものを作るための材料です。そうですか、はい、ね、一本一本あれも一本角材って1ミリ 2ミリの世界ですよね。1ミリぐらいですか。そうですね、だいたい5分やから 5ミリとなってるわね。5ミリやから、0.5 ミリぐらいになってくる、0.5 ミリのああいう角材を作って、いろんな模型と言っていいのか、もう10分の1の建築を作っているというか、そういう形で、ずっとやってこられたということです。いまだにまだ大事に置いておられるんですね。はい、いつかまた障子ができるかもしれないですね。はい、ということで、鈴木さんはもう70年以上にわたって、こういう建具の修理に携わってこられて、若い頃にはこんな修理といいますかね、復元にも携わってこられたということです。それで今日の、本題に入っていきますけども、建具の中で、一つは皆さんの馴染みが、あるものということで、最初に障子を紹介したいと思います。障子というのはこう刺繍に枠があって、中に桟があって、で障子紙を貼るという構造といいますか形ですよね。形は皆さんご存知なんですけども、それがどうやって作られているかということはなかなか見ることがないと思います。実はこういうふうに組子がですね縦横にこう組まれてます。それで、ほぞが出てまして、時々ですね長いほぞがあるんですね。あれが、突き抜けて、外からくさびで締めるという、それから短いほぞは穴に貼って動かないようにするということなんですが、一般の建具と違うここにはいろんなさまざまな工夫といいますか、こだわりが入ってます。これ実際重要文化財の京都の大徳寺の塔頭であります大場院というところの本堂に使われている障子、これを非常に特殊な形だったんで、鈴木さんが本物と同じようにこういう形で制作されて残されていたというので、それをもとに今日は見ていただこうと思います。
鈴木さん、これですごく、こだわってるというところ、これから出ますけど、すごいなと鈴木さん自身が思われたところはどうですか？そうですね、全部組子の中でもこんだけ凝って仕事がしたのは少ないんですけど、いいチャンスですのでこちらへといて皆さんに見ていただけるので嬉しいなと思ってるんです。今ねじ組、地獄組というふうにちょっと文字出したんですけども、はい、またもうちょっと後で分かりやすい写真出るかもしれないですけど、考え方としてはどういうことになるんですかね。今の手すきの和紙ですとね、紙がいいので、普通に組むだけやと反りが来るんですね。ふすまなんでもそうなんですけど、障子でもみんなこう反ってくるね。糊が乾くと紙が強すぎて、まだ後で出てくると思いますけど、一軒の間にその着替えしでできてる前ラドなんかは36本桟が入って、並ぶやったら並ぶ行って帰ってまた並ぶ、そんな入り方しとっても和紙を貼ると板は反って湾曲して、で桟の方が前ラドが全部負けてしまって、そして開けたら擦れると、そういうことになるんで、もう障子自体もやっぱ昔もうこれ何したんでしょうね。紙が和式の紙で貼ると擦れるし、お寺からも文句言われるし、擦れんようにすると障子と前ラドとの間を間隔を普通だいたい一部当たり前ですけど、二部も三部もせんと障子と襖が擦れるっていうような、そういうあれでやっぱ困って、いろんなこの組み方も変えたんやと思います。お寺によってはそれから同じあれでも裏と表は切り返してあるけど、横の切り返してあるっていうのは2本の1本とか3本そのままとか、そういう組み方なんですけど、この障子の組子なんかこれ今横が通ってますよね。でこれ縦ですね、これ横で、こっち側は今度は縦が通って横が通って、みんなテレチンになって、みんなずっと一本一本同じところに組めてない。でこれっていうことは強い紙を貼っても反りが来ない。そうするとそういう組み方をしてあると、透けない間の一部の間の建具と建具の間が一部しかないのに、すりもなしにずっとまっすぐ開くっていう、こういうことがもう長い間に考案されてですね、そしてできたものがこういうで、そこへ新しい門枠筆押し面というて、重のとか機械でみんなここのこう面で押すんですけどね、これみんな面押ししてしまうんですけど、昔のやつは切り止めって言って、ここまでカンナで取ってきて、両方ともこれ四方カンナで取ってきて、こう止めて最後に切り止め包丁ってやるんです。切り止め包丁で面に合わせて四方を取っていく。その木もちょっとこの皆さんに見てもらおうと思って、実際に分からへんので見てもらったらいいなと思ってちょっと見本を持ってきたんですけど、大きな木から小さい木まで、こんな大きな木、これでも障子の組子です。で細いやつになってきたらもう一部とか一部五輪とかなってくるしね、欄間なんかになってきたら、でこんな大きな障子にもう紙貼ったら反ってしまうっていうようなことはとんでもないことで、やっぱりだいぶ苦労してるんです昔は。この和紙の今みたいなその巻き紙だと弱いんですけど、手すきの和紙でこうすいたやつはものすごく強いんです。でも酸がそのぐらい入っとってもぐーっと反ってしまいます。そんなことがあって、そういうことをきちっともう仕事がされてるんです。でそういうこともいっぺんちょっと見てもらったらいいなと、これからのまた何かに足しになったらいいなと思って、今回の機会に見てもらおうと思って持ってきましたんですけど、また後ほど見てもらったらいいと思いますけども、そういう宿地がね、でこれなんかでも普通やったらカンナでずーっと目に通して取ってしまえるものを、そのカンナで左と右と使わんことには取れない。でして面取って全部そういう面で取っていかん。これが皆こういうふうにここに残ってますけど、ここで止めた面がね、カンナでここからここまで間4寸ほどの立つやったら4寸ですね。その間に左と右とで面を取って止めて、そして一番最後を組めてから
切り留め包丁で縦に沿って横にそうちゅっと取って面を取る、そういう取り方したのがほとんどです。でそれもほんで一回また品物もありますので見ていただいて、組子の周りはそれなんです。それでこの保存ですね、組子の保存をね、もうちょっと大きなるそうか大きなる写真がないのか、保存のどこの写真、これ今切り留め包丁で撮って後で古色するんですけどね、ここの保存ですね。これですね、これがまたアリになったんです、保存がね。でこっち側はまっすぐなで、これも入れる時にこのままでは入らないので、組子はまっすぐにこうなるように、これが皆勾配になってるんですね。入ると品に穴自体を傷めてしまうので、そしてここに面が取ってある、面が取ってあるということは、これをまっすぐにこう木殺しする時に、その普通のちょっとペンチでは段がつくさかあれですけど、プライヤーみたいなもんできれいなまっすぐなもんでぎゅっと掴んでいただく。そうすると掴むとここはこことここが幅広いで結局この一番奥の元のところの幅まで木殺しをする。木殺しをしてこっち側の穴もここから勾配に掘ってます。ここ勾配に掘ってるから、このままやったらもう穴をしがんで入らしませんので抜けてしまうし、これをまっすぐに木殺しをして、そしてスポッとこの穴とここと合うようにスポッと入れると中に糊が入ってるから水気で開くともう抜けない。次はもうここは角がかけなきゃ抜けない、そういう細工をした。でいつまででもこの長いことは持つ。これまっすぐの保存でしたらもう大概あっち引っ張ったりこっち引っ張ったりぐっさぐさになって全部抜けてしまいます。どこのお寺でも大概普通ですわ。そうするとこういうことのしたる仕事、なんでこんなにここの胴付きがきれいについとんのかなと思って見ると、こういう細工がした中に。だからなんちゅうんですかね、同じ職人さんでも、昔や境に常用とかそういうのっていうのはないと思います。やっぱりどこの建具屋の親方のところにおろうと大工さんの親方のところにおろうと、職人はやっぱり一日は一日やから、そんな手間なこといつまでもかかったらいかんやないかっていうことはしょっちゅう言われるはずです。だからそれでもやっぱここのお寺のためにとかそういうことで親方がそういうふうに仕事を抜けないようにせえっていう親方がおったのか、それとももう職人だけが俺はあそこのお寺のためにやったら抜けないの仕事するぞっていうてやってくれてるのか、そこらは分からないですけど、まあそれを今やったらこういうのいっぺん見てもろたらすぐ帰ってからでも仕事できるけど、昔はそんなわけにいかへん。やっぱり障子の組子一本これ取るのにでもね、今みたいにプレーナーがあり、ノコがありしたらシャーッと弾けるんですけどね、これ一本こしらえんのに大きな板とか丸太とかそういうものが豊富にある。でこれでやってくれるようだって今すぐできるもんやのにいつまでかあれば分からへん。ほんでそんなことでね、私らもそれを往生したんですけど、これ一本加工するのにどんだけかかるか分からへん。その木の大きいある方によってで丸のこもあるやなし、何にも機械っていう機械ないんやから手引きしかしない。手引きでこしらえて、そしてこういうもうきちっとやったらもう時間、これ自体が障子自体1枚こしらえるのになんぼかかんねやっちゅう。それでもまあ親方が仕事せえって言うて見てくれたんか、それとも意地からでも親父と喧嘩しもってでも俺はこういう仕事しとくぞって言うてやってくれたんかも分かりませんけども、そこらのとこは定かじゃないんですけど、そういう仕事をしてね、そしてこの人にしたら後で今度古になったら次のどっかの建具屋同じ仲間が外してですね、なんかこうう人抜けへんやろって言ってわざとやってくれとるのかね、そういうことも分からへん。で大体建具っていうのはどこの人でもそうなんですけど、これを
外して直して組子を直してなんかっていうのはそんなおそらく考えられへん。建具っていうのはもうほんまにね悪なったら作ったらええやないか、そのぐらいの木ですわ。大工さんにしても誰にしても。ほんでこのぐらいね力を入れてやってくれてると、その文化財なんかで見て、あんまりもまっすぐの保存の当たり前のことをやられてると嬉しいことない。やっぱり外しらに「あこれ抜けへんわどうやろうどうしてやろう」って言って、そういう仕事があると楽しみでね。でもその人に物言わんとね、木には物をいっぺんに言うてどないやったねどないやって言って木と話できるけど、人とはなかなか話するの下手やからねできないんですけども、こういう仕事が出てくるとやっぱそうしといてあげて、そしてまた、それに出会えた時にまたいろんな、それからこういう仕事、昔の仕事っていうのはね、その木が小さいっていうのか細かいっていうのかなんかじゃへんけど、俺の仕事はお前には見せへんのという、こういう形式が多かったですね。私らはもうそれから坊主の自分にいろんなとこ使いに行きましたけど、それからそれを、行ってちょっと仕事場へ行ってしたって仕事したらええのに仕事を辞めてしまう。で帰ったらすぐする。でなかなか仕事見せてくれなかったのは当たり前です。はい。もう今やったらもう今図面引いてちゃんともう工務店からでもどっからでもみんないろんなあれして仕事はこうしなさいって言うてくれるから楽ですけどね、昔はそんな仕事を言うてくれないし、それでだんだんそういうことをおせっさんが分かってくると、どこどこの誰々って言ってあんな仕事してくれねえこんな仕事してくれねえっておせっさんがもう直に「お前はあかんお前はええ」って言うて、そういう選択もするようになってきてね、そんなことも分かってくるんです。やっぱりおせっさんにしてもそういう仕事がしてほしい人はずっと出入りしてね、いろんなことをしてでやって、それを楽しみにして私らも今までずっとやってきて、でこの仕事だけでもまあ今日でもこれ何人かの人にこうやって見てもらえて、これも普通この、竹中さんがこの機会を作ってくれなかったら皆さんにも説明もできなかったやろうし、そしてこの仕事が残っていくわね。いい仕事やから、悪い仕事やったらもう残す必要もないし、やっぱりこうやってして俺も今度やったろっていう、そういうね気でまあ皆さんにこれもこしらえて見てもらえたらなと思って今日持ってきたところです。そしてこれもで、あと釜宝蔵のとこがありますかね。上下のこれが今の組子まっすぐになったとこね。でこれもそうで、普通はね切り留め障子っていうでもこれみんなかちなんですよ。かちのね裏まで削り付け。普通はもう障子って言うたらここにこう出てますわね。これかちですね。でこっちがこれが上でこっちが下です。でこのかちの方にもついとるし、そしてこれのあれも縦にも全部切り留めになっとる。そんなことおそらくね皆さんも「俺そんなの切り留めみたいやったことあんねん」って言われる方もあるかもわからん。でもねそのかちまで、切り留めにして、かちと下山と組子と全部切り留めでくるっと回ってるっていうのはまあ今までに、やはらへんと思う。ここのとこ上山のこの平垣の入ってるとこが上山で、これが、入っていくとですね、ここのとこれとこれとで合うわけで、この分に合わせてこの分を取るわけですね、面を。そしてそんな仕事がしたので、こうやって皆さん見ても「いやこれそんなもん」って言うとるけど、これの仕事がまたそれだけ手間かけてやって。教えてくれてる。ほんでこっち側には映ってないんですけど、障子も紙直にやったら紙の厚みだけあるから、でかちよりか、かちのつれるか紙の厚みだけ尺って紙尺りって言ってね、そういうふうにこれがそうです。でみんな表現屋さんでも加減にあと余計この辺まで切ったりいろんなことしとる人おる。だけど大体紙貼るっていうのは大体2分っていうことやから、2分紙尺にしとくからあそこまで入れてカッターでシャッと切るとか
そういうことをしてもう表から見てもここの蒲地の見つけだからええ加減に切ったらぐちゃぐちゃになったりこっちで広かったりあっちで狭かったりして蒲地の見出しもこう締めてある時も汚い。でこういうことして上じゃぐりをきちっとしていくとまっすぐ日本出会いに会うた時でも蒲地の見つけが上も下も下全部一緒に見える。それからものすごくこの障子自体でも力を入れてですねそして見た目もきれいに大きい小さい上で7分下で6分やわとそういうのになってくるとこけたようにも見えるしいろんなことしてこれここのところが今これ切り留めの下のところですね。ほんで切り留めまたこれ組んだだけやからこの面に合わせて取ったらきれいに面が取れますやろ。でこういうことはねもうずっとやられてる建具なんでここのは。だからみんな建具言うけど建具自体はねもうその品物によったらすごい時間がかかってるしいいもんなんでそれで狂わない、きちっと組めてるから着殺しまでしてあるからこういびつにならない紙をめくってもね昔のやつだって今でもおかしな時代だったらちょっとしたらガーンと角ついたらっていいがみんでもバーンと閉めた時とそろっと閉めた時とで立て付けが違うポーンとやったらもう勝手にこう動くね。ね、もう普通のすぐにしてあるからやけどこういうことをしていくと何遍やってもどれもならないで障子だけでもすごい仕事がしてあるということを伝えたいんです。で私らがそれを見てああそうかこんな仕事をしたらまたしてあげようって言ってで文化財の場合はそうなんやこれはために悪いさかいこんなんしたらあかんで、前のやつはこうしてあったらねこれ今度はもっと他のことをしようかってそういうことはできない。文化財っていうのは仕事が悪かろう悪いなら悪いなりで400年なら400年持ってきとるものをそれを勝手に変えてこうしたら強いですよっていうやり返することはできない。悪いやつもそれでまた今までが400年持たしたいからまた400年持たすようにして仕事をしていかんとそこのお寺の仕事自体がそういう仕事したんだから建物自体の建具自体もやし、変えることはできない。木柄一つ変えることもいかんしきちっとしても元のまま創建当時のそのままにして残していくのが文化財の修理であるんで、ほんで私らはそういうことはきちっとしてでここらでも普通知らん人やったらみんな紙貼りやさかいで古色塗ってまうけど古色塗ったらここのとこだけこれみんな黒い線が出ますやろ。だからここらでもこうやってして紙貼ってもここが見えないように白塗っといたら綺麗やけど黒塗ったらノリ通じして見た時に汚い。でそういうことまでやっぱりきちっと勝手に塗ったらこっちの方へ流れてくる古色はそういうことも気をつけてどこからどこまでもうほんまにこんな建具どんだけ時間がかかるんやっていうところまでやってるのが文化財の直し方であって、ただもうあれに組んださかいそれであとはもう古色坊主でも誰でも構へんええ加減に打っといたらええやないかってそういうわけじゃない。で古色自体は普通の、一人前の人は塗るよりかもっと難しい。で親方はねどうやらしたらその古色自体をね塗るのにあれ坊主大阪に塗らせて坊主は塗らせてって言うんで親方自体が古色坊主に塗らせて仕事のその出来分からへんのか古色一つでね、気が生きるか死ぬかない。でこれ仮にこの古色ここのところずらしてこれがなってたら見られへん。そやけどきれいにこう古色塗れてる境にこう見た時にはまっていってもきれいでしょ。それからとことんそうやってやっぱり気遣いしてちゃんとするのがその文化財の建具の仕事なんです。でただもう文化財は何でも構えん古いやつやっとったらええねや分からへんように組み振っといたらええねやっていうそういう仕事じゃない。絶対にそういうことできない。前にしたった通りにやって400年もた500年もたし持ってきたんやからまたそれだけ持たさなあかん。でそうか言うてもうこれみんなあそこのとこ腐ってるんだからもう切ってほかしてまえっていうそういうあれじゃない。またそこのとこだけ継いでやったら元に戻るんやからそういう修繕をして初めてその保存次の人にこれなんで切ったんやろかって次の人が言った時に
なんかして傷んどったんか折れとったんかで直してきちっとしとるやんって、それもう報告書やなんか普通紙で報告書って大概どこでもなんか作りますわね。だけど報告書も何もいられへん。こういうものの時にはもう現物がきちっと残っとったら報告書なかったってもうきちっと直っとんやから、もうそれが報告書ね、生き報告書や。そういうものができるっていうことや。でそれをやっぱり直していくのが文化財の建物の修繕ですね。はい、そういうことで、はい、すみません。はい、ありがとうございました。はい、さっきの山の保存なんかもですね、仕事がもう40年ぐらい前ですかね、オーバーインの修理やられたのが、そうですね、昭和の50年ぐらいですよね。はい、でいまだにまだ実際のお堂の中の障子はびくともしてないですし、保存を見れるのは次解体する時だけしか本来は見れないんですね。でたまたまやっぱり鈴木さんがやっぱこの仕事はすごいということで同じ形で模型をこうやって作ってきてもらってたから、今我々がそれを見ることができてですね、過去の人がこんなすごいこだわりまでやってたかというのが分かるということで貴重な資料になってます。からこの紙じゃくりもですね、やっぱりここまで建具屋さんがこだわると、今度は表具屋さんもこれ緊張してやっぱりこれにね合わせてしっかり貼らなあかんということで、そうするとスカッとしたですね塵がきちっと同じ幅で通った障子が出来上がるんですね。そうなるとやっぱり障子のやっぱり締まりといいますかね、やっぱり見た目も美しいですし、しっかりした構造で長く持つことができるという、こういう仕事です。ですからアリのやつは今まで何十年もやってこられて、ここだけですかね、細がアリになってたのは。そうですね、はい、そうですね。だから障子、たかが障子といえどもやっぱこだわりを持った仕事、ああいうのがあると、ものすごい珍しいんですけど、あそこまでこだわった人が江戸時代にいたといういうことですね。はい、ありがとうございました。マイラド、これでマイラドと読むんですが、京都の禅宗のお寺とか行くと大体北条建築によくある建具です。先ほども鈴木さんちょっと言われたようにマイラというのが細い山がですね30多いので30数本あるんですね、少ないのは20数本ですけども、こういう形で出来上がっている建具です。で両面こうなっているものとか、裏は襖を張っているものとかいろんな形があるんですけども、このマイラドにもですね、実はこの大梅の本堂ではとにかくこだわった仕事が、されてたということです。早速写真を見てもらいますが、これ片方のほぞを入れて、片方のほぞを抜いてます。で普通まっすぐなほぞだったら、こういうふうにならないんですよね。ならない、ちょっと説明が難しいので、実際のものを見てもらいますが、先が実はああいうふうにクッと曲がってます。なので先ほど見たように普通に入れると、こういうふうに斜めに入るんですね。ほぞが斜めになって。でじゃあもう片方をどうして入れるの？もう片方も反ってるほぞがあるんですね。どうして入れるのというのがまず悩むんですけども、これで組んでしまえばもう絶対開かない。両方ともほぞがゆっと上がってますからね。でこんな仕事までこだわって、やってたということですね。はい、この仕事どうでした？鈴木さん、解体する時どうでした？この時にはね、いつまでたっても普通マイラドっていうのは障子でもそうなんですけど、力入ってくさびなんかを打ったったらそれだけ抜いたらあとみんなバラバラになるんですよ。で大概のとこ今でもお寺やってないとこはそうなんですけど、もう勝手に引っ張ったらかまちが抜けてきて酸が落ちたりいろんなことしとるわけですね。そやけどここの場合はね、全部一本もその酸が落ちてない、抜けてない。なんでっていうことは杓子ほぞで
この中に大工さんで普通の葉ネギなんかのかやおいとかあんな木おいの保存先が杓子保存になってるのを知ってられる方ありますか？こう中の軒のとこをこうゴロンボの大きいやつでこう杓子にしてキュッてやって跳ね取る軒が下がらんようにね、そういう宿地と一緒なんですよ。これ中穴をこういう勾配に取っといて、そして穴も入れてこうまっすぐゴソンと入れてギュッとやったらもうそれで勾配と穴の勾配と保存の勾配とかあって取れない、そういう形式なんで、これもこの穴自体はこれ入り口は2部これで2部やけど、今この横になった時に分かりましたやろうけど、全部これここの跳ねたるとこからここまでの間がここも2部ここも2部でしたやろ。杓子保存もう一遍元に戻りますかね。これがここの幅とここの幅と一緒なんですよ。で一緒やっていうことは、ここだけ杓子保存、上だけ杓子保存にしてここをまっすぐにしといたら板が入ってるわ入れしろはあらへん。これこことここと全部が同じ厚みやないと入らへんのですよ。入り口のとこでもこの穴を掘っとかな、奥も掘って、ほんで勾配にしとくさかいに、ほんでその保存を入れる時にこの裏は何で盗んだるかというとこは、杓して中へこう入れていっぱいで入れてこう置いた時に全部がいっぱいになるように、ほんでその勾配やないと先だけ大きくしたら利きしろはあらへん、抜けてくるまた。だから保存と同じ前と後ろを一緒にしとくから、こう2部の穴でこうほっといて入れて、そして置いたらもう抜けない、そういう形式なんやこれね。でそれ建具全部やから、これ普通の前ラドやとね、裏2本表3本の5本力子が入っとるわけ。力子を入れて、そしてくさび打って抜けないようにしとるのが普通なんやけど、これの場合もそう、これも抜けとるのは抜けとるけど、これみんなこういうところこれみんな保存が入ってますよね。これ力ここにも普通はこんななんですよ。で5本ぐらい入るんですけど、これは今入れてないんですけども、そうやってして入れたらもうこう曲げて入れたらもう抜けない、この形式です。これも、今ここで試しに違うわけにもいかへんのであれなんですけど、向こうの保存を押さえとってですね、ギュッと押さえとって、そのままやると湾曲する時に割れてしまうので、あそこを踏んどってですね、そしてこの分だけをぐーっとここで湾曲さすわけ。そしてここへ望ましてしまうとスポッと入ったらもうペンとまっすぐにたもので、こういう仕事がずっと全部してある、裏表。こんな仕事を今まで、ここに立宮さん何名ぐらい見えるか知らんけど、何名ぐらい見えるか分かりませんけども、見た仕事はありますか？ないと思いますけども、あったらまたあったで、それですごい仕事がしたってやなと思うんやけど、それはね、私60年70年これやるけど、この仕事がしたったんここ1件だけ、あと1件もしてない。でそれを今回こういう機会を設けてもらったんで、これ皆さんに説明するけど、そうやなかったらもうこんなことはまた世に漏れることもなかったんやろうけど、その仕事がそういう仕事がねしたる人によってもうどうでしても外れへん、お父さんのためにね。でこういうことを見てると、どれだけ親方自体もしっかり職人さんに仕事をさせたかいですね。好きなように親方が考えたんか若い人が考えたんかそこらは分かりませんけども、きちっとお施主さんのためにそれだけ時間もかけて、機械で穴掘って製材でシャーッと見つけたらそれはすぐです。もうこんだけしようと思ったら穴掘るだけでも大変やし、保存つけるだけも大変。でこれまだなおかつ力子が入っとるの3本。3本力子表3本裏2本入れて、そして割りくさび打って、ほんのものすごい丁寧な。ほんで何百年経ってもここの胴突きがちょっとも抜けない。普通やったらもう抜けてしもってね、釘が抜けてパラ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 落ちる。それが落ちないということはすごいことなん
仕事がしたるからで傷まないんだから、で普通のお寺やともう傷んでもあっちはめたりこっちはめたりね。ほんで番付いつでも見るともう番付の建具の番付なんかはもう10回ぐらい変わってるやつがある。で傷んでるやつを使わんとこへ持って行ってで幅も合うてそこそこのやっちゃったらいつも開け閉めするとこへ傷んでないやつを持ってくるから番付が壊れして移動してしまってで建具が元の位置にあらへん。そういうことが多いの文化財では。でそれ以上幅よりか何よりかやっぱり建具がなかったら中は湿気るしいろんなことができるのでね。でやっぱりきちっとしてあると傷まないので、場所もあんまり移動しない。そういうことでやっぱりこういう仕事を皆さん見てと思わはんのかどう思われるか知りませんけどもだけど確かに収まってるのはきれいな仕事したるやつはもういつまでたってもきれいです。どこまでもきれい、そういうことで仕事とか悪い仕事とかこういうことをこんな仕事がありますよって皆さんに言ってるんでまたそういう機会があったらですね一回やってみてもらって。あれしてください。はい、いやなかなかそう簡単にはできることではなくてこのさっきの反対の保存じゃあどうやって入れるかというとやっぱこのぐらいの木をたわますわけですよね。この木をたわますたったこれだけと思うんですけどこの木ってなかなかたわみません。それともう一つは木が良くないとたわみに耐えないんですよね。その前は若い木なんかですとちょっとたわんだらやっぱりもうすぐね割れねピュッとやっぱり木目で離れてもらうんですけどこのやっぱり建具屋さんは木をこだわるで、鈴木さんと一緒にやってる頃はもう材木屋さんがもう本当にもうピリピリしてですね持ってきてもすぐあかんと言って離れられる、ものすごい厳しい。私は横にいてもなんでこのぐらいだったらいいと思うのでもやっぱり跳ねる。それはなぜかというとやっぱりこういう仕事をしないといけない。極限にやっぱりたわんでまた元通り戻るとかですね、そのためにはやっぱりもう樹齢が200年とかの一番外の目の詰まったでまっすぐ目通りのいいそういう木でないとやっぱりこういう仕事ができない。そういう意味でのこだわりというのがやっぱり仕事を聞きながらいくとやっぱり理解できるんですね。でそういう意味で本当に見てても怖いぐらいですねグーッと力でいきながら折れるん違うかと思いながらのねもうそこの加減をグーッとやって入れられるというのはもうやっぱり長い経験の中でやられていることだなというのは本当に思うものです。こういうマイラードこれも今のところ全国にここしかない、400、今でいくと元なんですから410年ぐらい前の、建物に使われてた技術ということになります。はい、からこれがですねこれも本当にちょっとしたことなんですけども、先ほどあったマイラですねここの保存はまっすぐですけどここの裏側板に当たる部分ですね、ちょうどあれ鈴木さんの手で指させてもらったんですけどあれ鈴木さん私内栗って紹介したんですけどこれ何のためにやられてですかね。この3はね何のためにこれぐらい盗んだのかということは今みたいにプレーナーがないプレーナーがないから手で削ってですねそしてやってるからムラムラですね板が。ほんで厚いとこもありゃ薄いとこもある。それを横付けにしようとするとつかない。で釘打って、こっちはここで打ったら次のとこ打ったりしたらペンペンとみんなそれ上がってくる。それ上がってくるためにここのとこね剣眼内みたいなものに溝ついといてここから谷に取ったら刃に。そうするとその横板に前ラド3をずっと入れた時にこの板がここの継ぎ手もここの継ぎ手も全部
この板がきれいに6ミリやったら6ミリに削れしますよね。で小引きが引いたもんやからでこぼこやん。そんなん電気がなんで削るじゃなし手で蹴っとんやから定規当ててもでこぼこがある。でそこへ突きが悪い。それ釘打つったって2分やし表のまで打つ半分ぐらいしか釘がないから短い釘やん。で短い釘なんぼ打ったってポンポンとこう跳ねよん。で跳ねるだけにここをはがんだんにしたんね、板が裏が。そして打ったら薄いさかいもう角刃が立ってるから物があって高いとこだけはポッと叩いたらへっこみよる。ほんでそれがこうピシャッと覆ってでこの外から見た時にきれいに覆ってるなっていうふうにしてやっぱり釘打つ時も気ぃつけたんですねみんな。でこれは表から板通抜けて裏の山に打って曲げてしまえたらどうか知らんけどそんな裏抜けてしまったらこうや。そうすると結局その前の3の半分ぐらいまでしか開かへん。ほと板が6ミリやったら結局そのこれの半分ぐらいまでしかいかへんさかい、4分かそこらの釘しかいかへん。4分の釘がこんな曲がった凸凹のやつはずっとなっとんやからつかへんわね。ほともう谷のとこだけで谷は打った時はどうにか生きとるけどもうちょっとしてこっちで響かしたらピンと浮いてで板3が浮いたままで出たり浮いたりこんしてこんなになったら前ラドになってしまうわけです。でそういうことのために時間がかかるけどこれはこうやってして裏をしゃくっとるっていうちょっと気持ちが悪いさかいにしゃくっとこかって言うとかまへんって言う人っていろいろあるやろうけどね。やっぱり立君寺はどこまで行ってもその目の届く根気におるから上から見た時にこれなんや吸い取りやんかこれは浮いとるやんかとかねそういうことになってくるんでやっぱ釘打つのにもやっぱこれ時間手抜きするとこういうことにも時間かかるし大変なことやなと思って、昔の人もそのたんべそう分からんようにごまかしとるんですけどそういうやり方がほとんどですね。機械ができとりゃもう板がきっちり6ミリやからペタッと打ったらもうきちっとピシャッとつくのは当たり前なんそんな仕事と違うの昔は小引きが引いてガタガタやでもしそれ厚みが足らんかったら板をのこで引いてでくさび打って板厚み合わせて3打ってるぐらいそんなことまでしたのに、それからそういうことをしてこの仕事をしてマイラド自体を仕上げてる。そんなマイラドはポンポンとやったらすぐもうピンピンと跳ねてしまいます。でやっぱり狂いやすいしもうこんな包装だけやったらもう力こが抜けたらもうパラ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 落ちますわ。でそんな仕事とさっき見てもらったああいうシャコシャコのきれいなとそういう工法で収まってます今まで。はい。はい、ありがとうございました。やっぱり手作業でものすごく精度が高いところもあるんですけども、そういう多少やっぱりムラがある、それを消すようにですねまたこういう一工夫やれば板にピシャッとつくというかね食い込むことによってそういう隙間がないという、これもやっぱり長年の知恵と工夫の中で生まれたもので、わざわざ一本一本あれまっすぐ仕上げてからまたくらないといけないわけですからね手間はかかるんですけどもやっぱりそういう美しさというのをやっぱり追求した結果ここまで一手間かけてやっているという、そういうものになります。から、これはですねマイラドの間に挟まってる板です。6ミリぐらいですかね大体 2分ぐらいの板なんですけども、90センチぐらいの幅これなかなか1枚の板で正目で取るというのは無理でああいうふうに何枚かの板を横にずっと合わせていくんですけども、これがですねまた単に合わせてるわけじゃない。今ちらっと見えてますけども板と板をつなぐように合釘という言い方をするんですけどもお互いのところに釘が刺さってそれで板と板がずれないようにするという、そういう釘の役割なんですがこれをですね、まずはこの6ミリの板を半分ずつにかき取って、合わせます。で、それだけで、もう板が痩せても隙間が出にくくてこの作業だけでも大変なんですけどもそこになおかつですねさっきの合釘これ竹で一本一本手作りで作られてるんですけどそれをあそこにはめ込むという
この作業です。合釘の長さ何センチぐらいありましたっけ？2寸ですね。マイクで。2寸ですわ。2寸です。はい。ですから片っぽ1寸3センチこう入らないといけないんですよね。だから6ミリの厚みのところにあれ直径何ぼでしたっけ？これも、3ミリちょっと切れますね。3ミリちょっと、はい、だから板のこう半分ぐらいのところ6ミリのところに3ミリの穴を開けて、それがまっすぐ3センチ以上入らないといけない。両方ともに、開けるという、その加工の精度も、ちょっとこうびっくりするぐらいなんですけど、これ横から見るとですね、これ相弱りになっているので、ちょうどこう真ん中にこう段差ができてるんですね。そこにこう穴を開けるという、ものすごい精度も要求されるし、板そのものもこれ正めの幅が7、8寸あるんで、板もすごく高価な板なんですよね。もう失敗許されないようなそうですね、はい、こういう作業もですねやられているということです。でこれ自身復元でやられたんですけど、これももともとこういう仕事だったんですね。そうです。だから昔の人が本当に手作業でこだわって材料の吟味、それから強度を持たせるという、これだけの仕事をしてた。でそれをやっぱり、次の世代につなげるということで、また鈴木さんがこういう形で、もう見えなくなってしまったら分からないんですけどね、こういう形でこう伝えていってくれてるということになります。ここで何かまだ鈴木さん何かコメントありますかね、これの。それでね、この今の前ラドのこれもう一つ前に戻りますかね。これね細かいでしょ。ほんでこれ大体3寸ぐらいの空きになってますわね。でこれをねこれだけ細かくそれも裏も表も3が入る36本裏も表も3が入るのに何のためにこの合釘を入れるかっていうので、この合釘自体は別に両面やったら1本も入れてもどうもならへんと思う。裏も表も3が入ってんねやから。だけどこの手間をかけてですね、これ36本入ってるの裏と表ずっとこれ全部が入って合釘自体これ目違いがないように入れて、これ糊入れて組むんですよ。これ板はぐんですよ。で一枚もんにしてしまうわけ。でこれも実際にこれ皆さんに見せるためにこれ残しとったもんを自分でこの板こんな狭い板を普通は使わないんですけど、でこの幅のこの辺の板は全部5枚刃になっとるんですけど、でこの板を両面のために何で時間をかけてですね、何のためにこれやってると思う？誰か皆さん分かる人あります？これ1本入れるのにどんだけ時間かかるの？これもう6ミリのところに3ミリの釘この2寸からのやつ入れていくね、時間どのくらいかかると、ちょっともうおかしかったら横へ出るよ。これで目違い出る。これ釘の丸の釘の相弱りのとこ両方とも全部丸彫りせんとあかんし、ちょっとよくやったらもう5輪しかあらへんやから、もう怖い仕事や。ものすごいそれをきちっともやってもう中四股かけて仕上げぐらいのカンナの目違いではとってもえないけど、よっぽど手が枯れた人それでもないと思う。そんな人があったら私でも頼みたいぐらいやけど、そんだけこれ仕事するのに時間かけて両面の前ラドに釘打ったらそれで浮いてき、それにこれこしらえとるのなんでやってって分かります？時間どのぐらいかかると思います？これほらもうこれ釘折りするだけでもこの両方の相弱りの釘一本ちょっと横へ大きなりすぎたらもう下残っとることあらへん。見つけの方が穴開くもん。それぐらいきれいにして、ほんで最後しゃれてきた時に釘穴が相弱りの合釘のこのてっぺんの最後の終わりのとこ、もうその丸みにきちっとお手入ってるなっていうとこまで見たいわけ。で合釘の大きい下穴切りとかそんなんで開けて先の方は遊んどんねっていう、そういう式と違う。もういっぱいいっぱいで、全部入れても6分ぐらいまで口開く。それからもう叩き込まない、入らない。
そういう仕事がしたね、両面になんでそういうことすんのって。これ鏡板やったらまたちことあるやろうけど、両面の線やったら一本も入れてもいい。それにも入ったら違う。何のためかそれみんな分かったらすごいもんやと思う。誰か分かる人ありますか？これ時間かけて声だけの穴開けて、別違いなしにスボーッと入って、あと余分の丸彫りもきちっといっぱいやないと、もう空いてきて減ったらもうちょっともう釘と板との釘彫りがもう見えてきますもん。それでわかん。これもどこもかも全部いっぱいいっぱい、先もいっぱいっていうとこまで入れて、それで組んだんで、両面でやる。で板このまま一枚持って歩けるわけやん。で板だけその鍵盤にでも愛着にでも何の刃にしても剥いでしもたら持ったら結構持てるんですけど、糊で剥いだら。そやけどこの板はね、ちゃんと剥いで削ったらアイクイが横に入ってるから、こんだけ細く入っとったらね、こう曲がらない。横へ曲がらない。普通やったらこの板ね、ぐーっとこのぐらい、丸円かけぐらいまで曲がる。ほんでもしてやそのさわらの板ときとるから。だけどまっすぐの板のとこへまっすぐの線打って両面打ってくねえから、こんなん何一本も入れてもいけるわけ。でもこんな仕事がしたん、時間かけて。見てたらすごい。皆さんやったらこれなんか機械で、新しい機械でシャッといける方法ありますか？そういう仕事がしたって、これやっぱりね、これなんでかいうとね、組ぞりがこんようにで、普通これあれしたったらこれがねうわーっとこう反ってくる。でこれと一緒で酸が入っとるから、こうやったって曲がらない。そのためにちょっとも曲がらんようにざーっと縦群とするように、そんなことして時間かけて、この時間だけどのぐらいかかると思います？これ釘つくってこんだけするだけにすごい時間かかりますよ。でこんなことまでして残してるわけ。だけどしたってないからせえなあかん。これ仮に見積もりするときにこの縦ここ今やさかいできてるさかいで言えるけど、アイクに全部なんぼ入れることって言って書いて、でやったら検査したらそんなん全然通るようなもん誰もよう作られんと思う。だけどそれを作らしてるんやからすごいもんや。そうですね。本当になんかもうこれでもかというぐらいね、もう職人さんのその熱意というか、やっぱりそのお寺の建物、そこにはまった時に何十年何百年こう残ってほしいという思いが、こういう仕事に込められてるのかなという感じがしますね。これがですね、大体35060年経ったマイラで、これちょっと吹き寄せマイラというので違うんですけど、さっきの6ミリの板がですね、もう大体1ミリぐらいになってくる。だから35060年で、ここまで。でこれもやっぱりいい板だからここまで持つんですね。目がもっと荒かったら多分100年ぐらい経ったら穴が開いちゃうんですけど、もうここのお寺は本当に大事に使われて、右の方を見てもらったらもう冬目だけがこうかろうして残る、もうギリギリ、それで隙間が空いたら裏から板を当ててでもこのまま残したいと、もうそれだけこの材料の年数にですね、すごくやっぱり愛着を持つというか、もうギリギリまでなんとか頑張ってほしいみたいな思いで残される。やっぱりそれだけ作りもしっかりしていい材料だからこそこういうふうに残っていくということです。だから大事にすれば、ちゃんと作れば、例えば400年かかる材料は高いかというと、やっぱりこれだけ手間をかけてこれだけ残れば決して高いものではないと、私なんかはよく考えることがあります。だいぶちょっと時間が来たので、次サンカラド行きます。これもですね、重要文化財の大徳寺の塔中にある良光院というところの万観楼の一番玄関口にあるもんです。
これは実は下にちょっと書いてます全国伝統建具技術保存会の研修教材として使ってるんですけども、このサンカルドがまたすごいんですよね。そうです。このサンカラト自体は今言われたように大徳寺のお寺にはまってまして、でそれを鈴木さん直してやって言って頼まれて、そして解体しだしたんですけども、あまりのその仕事がまたこの同じ前ラドでも今までにない50年60年経っても出会ったことのない細工がしてある。でこの仕事を全部やって、そして平成18年にできてはめてきたんですけど、でその残りを「関さんよかったら古いやつあんた好きなようにしていいよ」って言われたんで持ってて、で建具保存会の皆さんある程度そこそこ仕事のできる人にいっぺんこんな仕事がねえけどって持って行ってですね、皆にやらして。やってもらったんですけど、この仕事自体がそやからきちっと仕上がった自分にこれ年に2回しかやらないんですけど10年かかりました。これ2枚こしらえるだけで。だけど今はそれきれいに今度のここの会で見てもらえると思いますけど、ゆっくり見てもらったらいいと思うんですけど、これがね仕事がしてあるんですよ。でそれをずっとみんな今はもう細かいことは言えしませんけど、この現場でゆっくり来て見ていただいて、したら得しにくいやると思うんで、とりあえず、普通はね前ラドサンガラと言うたらこの軸ですね、丸の軸棒っていうのをこれ大概ね作り出しがほとんど一本の木で作ってしまうの、この軸をねこの丸い軸を作ってしまってるんですけど、ここの場合はこういうちきりで引っ張っとんのこれ。で全建具4枚建てやからここの2枚分をこのちきりが持っとるわけで、ちきりで建具自体重量を持っとるわけで、普通やったらこれ作る一本これも一本なんやけど、ここのは丸棒でこのちきりでもうずっと引っ張ってるから、そやけどそれがその皆さんに仮に向こうで今度見てもらえると思うんですけど、送るのこれどうやこんなんは入らへんやんか失敗しとるやないかっていうそのちきりの入り方で、あっちからもこっちからもどうやっても抜けんようにしとかんと下へ下がってしもうて建具がカシャンと倒れてしもうたんで分かんので、どないしても抜けんようにして引っ張ったるちきりの入れ方、ここの中ずっとそういうちきりの入れ方がしたんで、その建具でもこの普通の建具とはどこでもね4枚建てでも何でもそうなんやけど、相じゃくりしてですね、で中央の2分しゃくったったら2分表裏もしゃくってですね、相じゃくりで片っぽそのかまちの見つけが2分の方は大きい方と小さいほどできてくるわけや。そやけどこの人々に対しては相じゃくりのとこもきれいに見つけもそうなってるし、裏の胴付きの方もそうやから全部その分だけ変えていかなあかん。でそうしたし、で上にこの今洗濯板がありましたね。で板から何からみんなそうなんやけど、この山ですね、相じゃくりにしてここのとこはこの内側の胴付きが違う、裏と表と違うんやから、この山がずっと割る時に一緒の山でもあかんわけや。広いとこと狭いとこでできてくるさかいで、その山も割り返してしたるし、ほんで波形がここ同じとこじゃないね、こう言うたらこことこうちょっとずつずれていってるわけね、山のてっぺんが。でそういうことまでしてきちっとして、そしてこの横山から何からみんな全部その左と右との胴付きが違うように、で見つけはどこを測ってもみんな同じ大きさになるようにしてきちっと仕事がしてある、そういう仕事してね、やってありますんで、ほんでこの全部そのこの香玉なんかもみんなそうなんですよ。両面これ一枚板で両面彫ったる、これも一枚板で両方しゃくったる。で裏の山の高さと前の山の高さとはずれがある。でそういうことまでしてきちっと調整されたその
サンガラトであるんで、これもまたゆっくり時間があったら見てもらって、ああこんなこともしたのか、あんなことしたの中の、銅石のコネなんかでもただ穴掘って面の分だけ押して、そして仕事しとるんじゃなしに、面の中にももう一つこのコネを入れてですね、これでもかこれでもかというぐらいきれいに仕事をしてあるんで、それいっぺんまた時間かけてみてください。ありがとうございました。なかなか建具の職人やられてる人でも、この一つの扉作るのにもう何年もかかってやられているということですね。で次ちょっとだんだん少なくなってきたんで、今度は古材の再利用する、その辺のこだわりについていくつか見ていただきたいと思います。これは実は修理をした時にちょっとこう取り替えざるを得ないということで、部分的に傷んでるところを丸々取り替えて、その残りでですね、どんな構造だったのかというのを伝えるために鈴木さんが、寄せ集めた古材でこういうふうに修理の経過をもう一度作ってもらったものです。でこれなんかも、よく見てもらうとですね、中ほどにある格子の組子なんかも先の傷んだ部分だけは新しいのに変えてるんですけども、途中からは古い材料を使って、こうやって古い材料を極力採用するというのが、文化財の修理ではよくやられているところです。ちょっと小さくてわからないんですけど、これなんかは実は古材と古材別の材料同士を合わせてもう一度長い材料を作ろうということで、こうやっていろんな継ぎ手ですねを加工されているというものです。これなんかも鈴木さんやっぱり使えるものは生かしてなんとかやりたいというので、こういうことも考えられたということですね。そうです。でこうやってして、古いのと新しいのとやってますけども、それは新しいのと古いのとでも構いません。だけどやっぱり古いもん同士の方ね、漆塗りっていうのは今はね、どっちか言うたらその木自体をね、山から切ってチョーク状につけるっていうようなことはもう全然ない。見たことないと思います。で、普通の大阪屋とか名古屋の方なんかでも丸太つけてるけど、海水につけたらあかんの、丸太は。池やないと鉄分を含んでね、で塩分があって、そして全部釘が腐ってしまいます後でね。それから池につけたのは昔は良かったんですけど、今も大概その海水についてる境にあれはダメですね。でこうやってしてね、新しいのと古いのとこれは新しいですけどやって、そしてこれほんまはねのり入れてないさがいいんですけど、これをその漆でね、漆で詰めて漆でつけるともっと強いんです。ボンドとかそういうのりじゃなしに、このせっかく仕込んだとこをね、これをすぐここに塗る下地の漆でキシャッと留めると、もう一本の木で全然動かないし、そしてもう古色いつまでたっても同じ共木やから油も出てこないし、そしてもうきれいに上がって、それはすごい立派なものになるんです。こういうことでもさだもう何にも見せんとそのまま作ってしまうとできたでって言うとったんで分かんので、こんなふうにしてまでこういうふうにしたらどうなりますよっていうことを作って今残しとったんです。で残しとったんで、もう私の命もそんなにないので残したのかなと思っとったところにこういう話をねもらえたんで、一回全国で人に見てもらってですね、で皆さんも「ああそうか」って言って見てもらえて、私は嬉しいなと思って喜んでるんですけども、そんなことでこれを。ありがとうございます。やっぱり長年修理をこうやってこられたからこそですね、やっぱり古材を少しでも長く使いたい、また強く長く保てるようにということで、こういう次で、これはやっぱり修理の技術ですよね。やっぱり伝統技術を踏まえた修復の技術というふうにつながってきた、すごく素晴らしい技だと思います。からこれも同じように板ですね、板の割れたところだけをこう剥いでやると。この剥ぎ方も話をしだすと裏と表でねまた違う。単に結局これ同じやつを裏からこの7ミリやったら7ミリ5ミリやったら5ミリだけでピシャッとついたんで、また割れたらもう向こう見えますね。
それからこれ半分だけこっち側はこれ仮に5ミリにしたら裏8ミリにするとか相弱理形式のあれで半分ずつやってほんで板と前の新しい板に、触るぐらいまで両方半々ずついってほんでつけてしまうと今度割れないし割れた時も相弱理になっとるから見えない。でそういうことをね時間がかかるけどもなんせ古いのをきちっと残したいのでそういう工法でやってる。これはもうノコで引いてプレーナー通してピシャッと貼ったらいいってそんなんではもうすぐ漆塗って向こうは明かりが入ってきます。それからそんな修理したってダメやからこれきちっと2回裏と表とそういうことをしてやってるからね、ちょっと参考になったら皆さんもまたそういう使い方してもらったらこんな幅の広い板修繕する必要はないほかす必要はないもう一番こんな新しい木でやったら反ってしまうし屋根は出るし余計あれですこれきれいに直したらもうさらの式できれいに漆も塗れますし、はいまあそうこんなことで使ってます。はいまあ、本当にねこう修理のやっぱりこだわりというのはこういうところにもいっぱい出てきてるんですね。でこれは漆が塗るの分かってますからやっぱり木と木の隙間というのはこう上に割れが入る原因になるので黒層というもので、まあ、通常漆塗りの時はもともとある木の割れの部分なんかに使うんですけども、建具屋さんとしてあらかじめ黒層彫りまでされるというものです。もうちょっと聞いていいですか。そうです。ほんでそうなんですよ。でこれなんかでもただ埋めただけやったら主屋さんに言うとね「はい分かりましたいやほっとき黒層彫りします」って言うんですけど実際に見てると全然黒層彫りなんかせえへん。でそれからさっき自分で仕事しとくわけで組子でも全部いろんな日本組む時のあれでもその面取っといたんでほたらもう塗られへん黒層せんことにはそれからそういうことしてやってます。これもほんでジャーッときれいに黒層して何日かやってほんできれいに削りつけてそれだと下塗りいかれへんでそういうことをねきちっとやっぱり、してそうするともうこれは埋め木した後も出てこないしそういう工法でいってます。はいまあね、やっぱり最終漆塗りをするんだという前提でねそういう仕事までこだわっているということですね。でこれはこういう古材でもうここまで来たらダメかなと思うものでも修理できるんなら使おうということで、少し、ここまでいかないですけど、例えばこれなんかは、傷んでるところを木で埋めたり剥いだりして使ってるというだけに見えるんですけど実際剥いだ時にはこうやって釘穴がねいっぱいあるんですよね。この中にねこれ釘穴なんですよこれねずっと。これ今までねどこの工務店にしろ何にしても請負でやってもうたやつ見たらね何でも構わへん木でどんな木でも構わへんから埋めといてくれたらええな思うんやけど全然埋めてない。そうすると今度金物つけて釘打ったらですね中これ腐ってるからこそこそや。ほんで表から金物こうつけるのに金物つけたって金物また同じとこ釘行くんで行くのに穴本柄やから斜めに打ったりこれあっち打ったりこっち打ったりもうむちゃくちゃしとるわけ。ほんでこれまたここのとこ埋め木するんですよ。埋め木するんだけど埋め木の中をこんなふうにしてこれ時間かけて全部同じ大きさにしてたら時間かかるから腐ってるとこだけ取ってこういう楕円形な楕円形丸やったら丸だけこれは1回きりやねん。でこういうのは2回も3回も打っとるわけ釘を。そして腐っても出るところにまた金物つけてほんでここをこう打っていったらこんなとこ打ったって聞かへんだから次ほんならこっち打たんならん。でここを打つとなったら釘自体がね今の釘はね昔の釘はね、丸の中にきれいにその足がついとったんや溶接してね。そしてしたったのに今の、これ丸釘はねどうやったらリベットやねん。リベットっていうので頭は小さいしそしてもう胴が太いて寸胴なんや。そしたらもう木かへん木がもう同じところ金もきれいに釘打たんならんから打ったらみんな割れてしまう。で昔のやつはね頭が大きいて中だけに傘になってるから取れない。そしてきれいでそして釘かって
角釘のいい釘でやってるから、どっちでも仮にこう打つ時に斜めになったなと思ったって最後弦ので金槌で叩いたら定規当ててですね、そしてやったら頭ピシャッと表の金門に沿うように。で今の金門は違うね。今のは何本打ってこうやったきり当たったらもう角当たったらそれきりいつまでへこんでしまうまで打ってもつかない。でそんなもんでいろんなモップかけたりいろんなことしたらそこを引っかかるだけできれいに打ててしません。それから今の釘はダメけど昔の釘はねそのぐらい最後までこう斜めに打っていっても最後ポンと打たれたらピシャッとそのまっすぐ打てるような釘です。全部どの釘でもそんな釘があるんですよ、丸釘で。でそういう釘打ったらいいんですけど、もう今もうなんぼ言うてもリベット頭一本でありそうからもう斜めになったらもう起こされへん。でそこへその中に下地が埋まってないからそんな釘打ったってなんぼ打ったって気がしません。だけど今度はここを埋め木してあるさからその仮にリベットをこう打ったとしてもまっすぐ打ったら金門に沿ってまっすぐつくけど穴が埋まってなかったらここへそのリベットの釘打ったら横に逃げるだけから頭がついたままでいつまでたってもつかない。で叩いてたらあっちのやつが抜けたりこっちが抜けたりして化粧金門が汚ね汚ね。だから前の釘も和釘っていうのは丸釘ですね、釘でそれは金門時代もそういう釘が打ったの。ね、やっぱりここまでやってこそその古材を使ってねまた何百年もう一度その金物もしっかり取り付いていけるというそういう仕事をやっぱりずっと心がけてやってこられたということです。ちょっと時間がないのでずっともうあと紹介をさっとさせてもらいますね。すみません。これは一つの建物でも保存の形が違うということですね。やっぱり複数の職人さんが関わって親方小型見ながらやったと。右の方なんかはああいうふうにですね根は太いですけど先は細くなるというこういう特殊な保存をしているところがあると。で次はこれは実際使ってたのと新しくしたので形違うやんかと思うかもしれないんですけど右の古いやつは右側が外だったんですね。で風化して溶けてここまで来てる。で元通りにしようとするとこの左のようにの幅まで元に戻してまた使うという、こういうのも調査をしながらまた元の姿というのに戻して作るということもあります。これがまたすごくてですねこれはですね格子戸のもともとはこういう形だったんですけども、ほとんど傷んでしまって下の方ちょうどひし形に見えるとあそこはコロというゴマがあってコロコロと動かすところなんですけども、ここまで傷んだのを新しくせずにやっぱり古い材料をちょっとでも残せば元の姿が分かるということで作られたものです。でこれはこうやって分解して下の力がかかるところは新しいんですけど上のどうもない部分だけをこうやって採用するという、そういうことをこだわって作られてるんですね。保存はしっかり効いてる。ただ上の格子の刺さる部分は古材がそのまま活かせるという、こういう仕事までやられてるということです。これはカンナで建具ではいろんなカンナこれは面ですねああいう丸い面を取るためにおのおのそれぞれに合うように古い建物の面に合うようにまたカンナを作り直すということもありますしこれなんかはちょっと特殊な形これなんかも自分でカンナを作ってまた昔のものに新しく入れると。からこれは剣カンナといって先ほどちょっと内側をくるのでありましたけどこれもやっぱり建物ごとに古い文化財はそれぞれあるのでそれに合うようなこういう剣カンナも作られるということですね。仕事をやればやるほど道具が増えていくというそういうことですけどもやっぱりこだわりを持つためにやっぱりその道具もやっぱり1回で切れるやつ2つのやつで合わせるよりはスカッと切れるようにということで道具も工夫して作られているということです。はい、ちょっともう時間が来てしまったんで最後なんですけども、こういう伝統建具の魅力ですね、鈴木さん70年以上やってこられてどうですかこの伝統建具。やっぱりまだこういうのを見るとちょっとでもやりたいな
もうほとんどこれちょうど先生と一緒に二条城の大きな大手門の、欅の扉なんですけどね、これを行ってちょうどちょっとだけ指導させてもらったんですけども。やっぱりちょっとでもたくさん残したいですけども、やっぱり長く持ってほしいから、やっぱり変えるとこは変えるというね、その辺の判断がねやっぱり難しいところですけども、それをしっかりやられて、また、未来へつなげようという思いだと思います。はい、ちょっと最後知りましたけども、鈴木さんの長年の経験から見える、日本の伝統技術の素晴らしさ、それから、それを残すために修復技術ですね、そのあたりもこだわってやられるということで、今回本当にこれ貴重なこれは、多くの人に見ていただけるようにということで、近いうちにまた展示会をしていただけるということで、私も嬉しく思ってます。はい、それでは以上で終わります。どうもありがとうございました。鈴木さん。